はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月後半のタロットリーディングをさせていただきます。それから先日イベントにご参加いただいた皆さん、またイベントをご検討いただいた皆さんもありがとうございました。もしよろしければ来月以降のイベントの内容や、また翌月以降の星の動きを毎月 LINE で月末にね配信していますので、お友達登録がまたの方はぜひ LINE のご登録もお待ちしております。では早速いきましょう。6月後半です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ソード6逆、死神逆、節制、ワンドエースと、ペンタクス6の逆と、ペンタクルスのページ逆とペンタクスキング逆ですね。気をつけることや対策は鳳凰とカップの、プリンスナイトですね。カップナイトとオラクルは、はい、ソード3の逆ですね。そうですか。この季節というか、6月の21日が夏至ですよね。夏至っていうのは一つの本当にいい1年のね半分なんですけれども、ここまでの流れを本当にこの4月も大変だったなとか、5月も大変だったなとか、6月ここまでやってきたなみたいなのを全部これまで経験したことを自分の中で収めて噛みしめてなんていうかな、感じて、そしてそこから新たに育った感覚や出てきた希望や目標っていうものを揃えていくっていうのかな、整えていくっていうようなタイミングなんです。ですので今はまだ火星というバイタリティもね、じゃあ仕事頑張るとか頑張って外に出ていくぞみたいなエネルギーはあるんですけれども、ただ少しだんだん6月21日を過ぎるとちょっとペースを落としてゆっくりしていこうかなっていう感じになってくるかもしれません。でカードで見ても何かを無理やり推し進めていくというよりは、ちょっとここで流れを見てみたいみたいな感じがあります。自分の意思でね何かを切り開いていくんだとかやっていくんだっていうよりも、自分ももちろん自分のペースで進んではいるけれども、周りをよく見て周りの状況を把握することによって今自分はどうするべきかっていうのが分かるみたいな感じで、ちょっと周りをよく見なきゃいけないんだなって感じがあります。ですのでもしかしたら少し自分が計画していたことと違うような出来事や流れっていうものがあるかもしれません。でも星で見てもね、6月21日以降っていうのはちょっとお休みしましょうねとか、ちょっと現実から離れて、まるで避暑地でゆっくりしましょうねとかね、現実世界でどうこうっていうよりも精神を整えるとか、本当にマインドフルネスみたいな感じの時期になるので、自分にとっての癒しっていうものを自分に与える許可をしたり、進めていくことだけがいいことじゃないんだってどれだけ濃く深く今という時間を体験できるかっていうことの方が大事なんだっていうことを感じそうなタイミングです。そしてそういったタイミングでそのことの中にどっぷりと入って今という自分を体験してみると、ものすごく何か新しいものが生まれようとしているっていう感じです。まだその新しいものっていうのはね、お誕生日以降出てくるかもしれないので、今はまだ種だけが育っていってるところっていう感じですけれども、これまでのここまでの流れもね、本当によく頑張りましたよねっていう感じで言われてる感じですよ。いわゆる昔の自分、去年の自分とか一昨年の自分では考えられなかったようなことを今の自分はできてるじゃないかとか、こんなにも自分は成長したじゃないかっていう、自分の成長もすごく感じてらっしゃるのかなって感じがします。でこれはやっぱりちょっと今までとは違う世界に足を踏み込んでみたり、これまでちょっと緊張するとか思いながらもやってきた世界観っていうのかな、その中での経験っていうものが自分を強くしましたよねっていう感じもすごくします。で自信につながりましたよねって感じ。そして改めて今ゆっくりと自分を収めて、ここまでの動きや経験とかね、成果っていうものを自分の中で収めて、よーしじゃあ後半はこうしようかなみたいな、その新しい目標っていうのが出てくる、やる気っていうものが出てくる感じです。でですね、ここからの流れなんですが、何かじゃあ新しいことやりましょうってなった時に、どうしてもねいろいろお金がかかるなって感じがあります。もしくは現実的にそれをやっていくには少し時間がかかるっていう感じがあるので、
一足飛びで何かを進めていこうとしたりせずに、または直線で行こうとせずに、途中でちょっと止まって休憩してもいいかなぐらいの感覚で進んでいってください。ここでペンタクスの6の逆が出てるっていうことは、非常に素晴らしい道だったり、自分が行こうとしてる道っていうのは豊かなものなんですけれども、まだ自分がやったらやっただけの成果がすぐ出るかっていうと、そういうわけではないし、最初はまだ持ち出しの方が多かったりとか、こんなにやってるのになかなか報われないなみたいな感覚ももしかしたらあるかもしれませんが、物事はゆっくり育っていくんですよっていう感じで言われているので、全くもって焦らないでください。そしてこの出来事っていうのは、ご自身がもちろん主体性を持ってねやっていってほしいんですけれども、でも一人の力じゃなくて周りからのバックアップだったりとか、その動きを見てる人がいますよっていう感じがするので、少しずつ糸を紡いでいくかのように何かが出来上がっていくんだよっていう感じ。そして気がついたら、ここまでの流れと同じようにね、ふとこの過去1年2年を振り返った時に、私ってすごい成長してるじゃないかって感じるように、これからのこの少しずつやっていくっていうことも気がついたら、すごい今年は成長したっていう風な流れになりますよと。なのでまだその成果や確信っていうものが自分の中で少なかったとしても、確実にあるっていう感じがするので、その一つの目安やヒントとしては、ご自身がその進んでいってる道が何か自分の中で安心感がありませんかっていう感じかな。もうどうしよう不安でっていうよりは、この道が正しいんだという何かの信念っていうのかな、何かでもこれはきっと正しいことだと思うっていうような、そういった深い安心感みたいなものがあって進んでいきますよねっていう感じ。そしてそこにその獅子座の皆さんが持ってらっしゃるその思いだったりとか計画だったり、何か形作っていこうとすることっていうのはやっぱちょっと時間がかかったりお金がかかったり手間がかかることなので、それに対してそのインスタントに何かを早く結果を出したいと思ってる人にとっては、どうして結果が出ないのみたいなことを感じてしまったり、または誰かに言われる言葉にギクッとしたりみたいなこともあるかもしれませんが、その時に単にそれを言われてるっていうだけじゃなくて、いやこれ試されてるなってご自身が思ってもらって、これは本当に自分のためのものだから、この2週間だけでやるものでもないし、この1ヶ月だけでやるものでもないんだと。ここまで自分が考えてきてこの半年でもねやってきたことを踏まえて改めて進めていこうということだから、ゆっくりやっていくものなんだっていうことを改めて自分に何度も言い聞かせるみたいな感じです。ですからね、目先のことで惑わされないでください。表面的にはちょっとざわざわした感じがあったり揺れることがあったとしても、その奥には確かなものが流れてますよねっていう感じがするんですね。その確かなものっていうのが自分の信念だったりとか思いだったりするので、この思いは誰にも奪われないし、誰にも汚されないので、表面がざわざわしていようと関係ありませんっていう感じです。ちょっと見てみます。ちょっとその前にね、お仕事でまず見てみますね。一番はでもやっぱり一番のメッセージとして、ちょっと休んでほしい、ゆっくり自分を癒してほしいっていう時なので、これ何か傷ついてるから休むとかではなく、やっぱりオンとオフが必要で、ここまで頑張ってきたからこそ自分を癒す許可を出してほしいなっていう感じで、これ以上自分を休ませずに無理をして進めていくっていうのはちょっと心が疲れませんかみたいなメッセージだと思いました。そしてお仕事で言うとね、そうですね、お月さんにソードのキングに戦車ということで、懸念材料を早く消したいみたいな感じがあり、早く安心できるとこまでやってしまいたいっていうのがあって、ものすごく計画立てて戦略立ててやっていくっていう感じが出ています。もしそれでできるんだったら全然いいですよ。もし自分のモチベーションやマインドがすごくタフになっていて、よし頑張れるいけると思ったら言っていただいて大丈夫です。お仕事はね。ということは、たとえご自身が思うような想像以上のものではなかったとしても、十分にそれはやっていくバイタリティはあるんだなって感じです。ただ結果だけはそんなに焦らないでほしいなっていう感じがあります。そしてご自身がすごくやる気だからこそ、もう進んでいきたいという情熱があるからこそ、
他者とのペースっていうものが少し違ってくるかもしれませんね。これは自分の中で感じてるペースかもしれません。自分こんなにも走ってるからこそもっと成果を出したいけど物事はゆっくりだったっていうことか、もしくは自分はもっと走りたいんだけど周りはゆっくりだっていうことなのか、こう空気感が遅いっていうことなのかもしれません。どっちかわからないですけれども、ただすごいやる気はあるんだなって感じですし、こなせるし超えていけるなっていう感じはあります。お仕事がね。ちょっと人間関係も見てみますね。ペンタクルスキングとソードページとマジシャンですね。人間関係においてはなんか心からハートを開いてつながるというよりは、若干疑って相手の様子を見ながらまあ無理のない程度に、忖度多少入れながら関わっていくのかなみたいな感じがありますね。で、人間関係から得られる恩恵よりも今は自分でやっていきたいことをやっていきたいんだなっていう感じの方が強いです。ですから中にはね、こう今自分がやりたいこととか表現したいことがバーッとあって、でそれを他者と共有したりとか受け取ってもらうことで完成するとかさらに喜ぶっていう時期もあったりすると思うんですけど、今はそうではない。受け取ってもらうかどうかっていうのは関係ないみたいな感じがあり、自分の中での勝負で、さらにさっきの仕事っていうのが結構なんかちょっと良すぎて違和感みたいなのがあるんですね。なのでもしかしたらですけれども、獅子座の皆さんの中でちょっとしたこうハートの痛みだったりとか気になることっていうものをかき消すために何かの役割を一生懸命こなして、そっちではうまくいってるから大丈夫だっていうふうに自分に言い聞かせたいのかなっていう感じがあります。そうね、カードのメッセージから言うと、心の状態が例えばちょっと自分が弱ってるなとかってもし思ったとしたら、それだけ本当に頑張ってきたんだなこれまでっていうところで、そのねちょっと弱ってるハートを自分で癒してほしいなっていうふうに思います。ただ全体のメッセージ的に言うとそんなに悪いわけではないですし、思ってるほど悪くないんだよって、物事ってうまく進んでいくよって言われてるんですね。たとえペースが遅くてもこれは遅い方がいいんだよみたいな。なので無理に何かを見ないようにするためにとか、何かを感じないようにするために無理にものすごく頑張らなくても、もうちょっと肩の力を抜いても大丈夫だよっていうことを言われてるなって思いました。少しだけなんですけど、ちょっと心ここにあらずみたいな感じがあって、ちょっとその辺のことをいろいろやりながら時間を過ごしていってるのかなっていう感じ、早く時間進まないかなと思ってるっていう感じがするので、ちょっとそうね、一番のメッセージはね、さっきのそう感じてるのは自分なので、自分が自分を責めてませんかっていうのが一番なんですよね。一番このソードの3のカードが出てきて、私から見ると逆位置っていうのはよくあるのは、本当に全然悪くないし全然うまくいってるのに、ダメだ、もっと頑張らなきゃダメだみたいな感じで、どこか深いところで自分っていうものを責めながら、それをごまかすかのように、まるで免罪符を何かやるかのように一生懸命自分に何かの課題や何かを与えているみたいな感じがするので、誰よりも自分に優しくしてほしい、誰よりも自分で自分を認めてほしいっていうことで、それがメッセージかなと思いました。ちょっともう一枚引いてみますね。自己肯定感を上げるような動画がいいかもしれないですね。獅子座の皆さんね、いいじゃないですか。ジョイということで、このカード大好きですけどね、私。どうですか、このなんか爽やかな女性のカードを見て何か感じるものがあれば、それもメッセージだと思って受け取ってみてください。ご自身はね、もっとこうしなくっちゃと思ってるかもしれないけど、顔を上げてって、なんか喜びがあるよって言われてる感じがしました。これはね、ブレッシング、自分の直感を信じてみてみたいな感じもすごくします。なんかこう自分を責めるというよりも、今目の前に違う喜びがあったみたいな感じで、見てみてください。そんな感じかな。ということで、もし何かしら良かったよとか分かりましたっていう方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。次回また6月末ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。何かしら
メッセージが届いて皆さんのハートが温かくなりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございます。失礼します。